プにかじられないと丼が出ないらしいぞ。じゃあ自然農園に任せましょうか。ただ、別系統にするか、統一するか悩んでます。別系統の方が良さそうな気がするけども、なんだ？やけどしてる？誰だ？湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回はお知らせからの開始となります。まずはチャンネル登録についてです。裏で専用の動画を作っていたのですが、難航しているため、ここでお知らせします。まずは当チャンネルをご愛顧いただき、皆様大変にありがとうございます。そしてチャンネル登録をしてくださっている皆様、ありがとうございます。そのことでのお知らせなのですが、登録してくださっている方にお礼の相互登録をしていない理由についてです。知っとるわという方は時間を飛ばしてくださいませ。YouTube ではチャンネルの相互登録はアカウント版の対象となる、違反行為となっております。意外と知られていないそうです。なんか知らんがバンされた、という方はこれに引っかかっているんじゃないかと思います。感謝の意味を込めてこちらからも登録させていただきたいのですが、そうした理由でできずにおります。実際、これを悪用すれば適当に狙った相手を故意にバンさせることも可能なのかと思います。これが違反となるのは仲間内で登録数を水増し可能になるからだそうです。そらそうだよな。ちなみに登録してくださっている皆様の動画も拝見させていただいております。思わぬテクニックに感心しつつ、プレイ内容を姑息にも真似させていただいております。次に、コメントで頂戴しているアドバイスについてです。すごいテクニックやアドバイスを多数、頂戴しており、大変ありがとうございます。しかしながら湯気サバ主がとろいために、全くもって反映できていないことをここにお詫びさせていただきます。反エントロ絡みのアドバイスなど、取り入れたいのですがなかなか実現できず申し訳ございません。今後、様子を見ながら実現、あるいはテストさせていただけたらと思っております。どうかお見捨てなきようお願いいたします。それでは実況に移らせていただきます。なんかピヨピヨ聞こえるなと思ったら、スリップスターが生まれてました。早速、原油を排出してます。つうか赤ちゃんでも排出するんだな。この辺、他の生物とは違うのかしらね。取れっことか妖精は収穫ないもんな。色々とやっつけ感のある厩舎だから、持たない気がするわね。持たないでしょうね。スリップスター終わりました。はいよ。3サイクルかよ。むしろ3サイクルも持ったと思うべき。終了の原因は何だろうな。温度でしょうね。35度が最低ラインらしいから、プライベートでのプレイと同じ失敗だな。やっぱり火星バイオームか、何らかの高熱源と組み合わせないとダメね。熱源な薪ストーブが良さそうなんだけど。今回のプレイでアーバー丼をもらったから増やしておきましょう。スプにかじられないと丼が出ないらしいぞ。じゃあ自然農園に任せましょうか。色々と考えましたが、天然ガスの冷却は冷却水をプールして回すことにします。今、タイルを作ってもらう場所に貯水池のように溜めて使ってみます。最終的には適温になったら脱塩してメインの貯水池に回します。ここに貯水タンクを用意しますので、そのまま運用しても良さそうです。貯水池って場所を取るし、汚水と混ざると危ないからな。パクーを育てるだけならどこでも良いわけだしね。最悪、汚染水に入れときゃいいし。ある程度の自動化はしますが、生成金属が足りないので随時、アップグレードさせます。今までは直接、冷却パイプを伸ばしてたけど、こうしてワンクッション入れると色々と応用が効きそうな気がする。他の用途にも転用が効くでしょうね。金属生成の冷却水にしても良いしな。周辺を冷やしてくれる効果もあるし、うちは今のとこ、温暖化は問題化してないけど、即応可能になるのは良いと思う。ウィーズボートの確保も進んでおります。それと雪塩水の貯水池、拡大しました。今までが狭すぎたという説。まあたっぷり入る分には良いだろう。右側のケドロとの戦いが終盤を迎えております。長い戦いだった。ここが終われば当分、ヘドロはいらないな。モニ数には十分なヘドロが確保できたわ。廃金の被害も減るだろう。隊員の苦労が終わるな。他のバイオームへのアプローチも可能になるわね。どこに行くにもヘドロだらけだったからな。これで仮想へのアプローチも視野に入る。金アマルガムも80トンほどあるし、熱対策も可能ね。それなんだけど、蒸気発電って今まで、金アマルガムで綱渡りしてたけど、鋼鉄まで待てば楽勝なんじゃないかね。ちょっと懐かしくなって、以前に拝見していたザルアーク様の動画を見直して気づいたのでした。金アマルガムでやるもんだと思い込んでたもんな。普通は鋼鉄でやるんでしょうね、多分。まあ、当分先の話だな。天然ガス間欠泉の冷却周りの続きです。とりあえずどんだけ冷やせるかわからないので、こんな感じにしてみます。輻射パイプで生成金属がガンガン減る。ちなみですが作業中なのにすでに間欠泉を密閉するという頭の悪いことをしております。断熱タイル壊せばよいのに。全くである。それと、この段階で相当、隊員の動きが悪くなっております。原因は植物が多すぎることのようです。施肥や必要栄養素の配達で半日くらい束縛されてます。この後、ゴリゴリ植物を減らします。真っ先に自動化すべきね。良い勉強になったわ。確保して走る。ってのがもう問題だもんな。いくら経路を整備してもどもならん。特に水関係がきつい。ってなわけで厩舎を引っ越しします。トイレの真下、汚染水タンクがある空間を使います。結局、塩素での殺菌しなかったね。普通にこれで良い気がするわ。足りないだろうけど。ここが使えれば、今の脱出厩舎と
注射が開く。ブリッスルベリーの収穫量も調整します。もしカロリーが不足しても、今ならパクーやドレッコで簡単にカバーできるわ。第6回みたいなことにはならん。と思いたい。パクーはすぐ増えるからありがたいわ。天然物も容易に増えるしな。ヘドロ攻略すれば、大体漏れなくついてくるしね。そういう意味でもヘドロ攻略は必須なんだな。ヘドロを掘らない縛りとか難易度高そう。汚染水も汚染酸素も不足するだろうな。それ、金アマルガムも入手できないだろうし。ヘドロバイオームは実は有益なのかも。まあ設定上、必要とされて存在してるんだろうしな。今回の実況でヘドロを見る目が変わりそう。天然ガス周りがこんな感じになってます。タンクはまだまだ増やします。左の天然ガスも引き込む予定です。ただ、別系統にするか、統一するか悩んでます。別系統の方が良さそうな気がするけども。左側に電力を回す必要を感じないんだよな。左は塩素の間欠泉がある程度だもんね。火星バイオームもおおむね掘り終わったし。やるとしたらヘドロ対策くらいだし。仮想探索用の電力が欲しいとこだけれども、移動チューブ作るには早いし。このゲームって縦の移動は滑り棒でブーストできるけど、横のブーストが少ないのよね。タイルの張り替えくらいだもんな。なんか、そうめん流しみたいのでもあると良いけど、ワイヤー繋いでおいて、そこに捕まると高速移動するとか。家庭用までに何か、採用して欲しい気はする。アイテムのコンベアあるのに、隊員用のがないんだもんな。ほい、発電機はこうなりました。汚染水貯水槽が溢れないか、心配ですが。それと排気もね。毎回、排気関係で発電が止まるという。あれ、天然ガス発電の排気ってなんだっけ？二酸化炭素みたいよ。スリックスター育たないかね？温度がどうなるかな？そもそもこの二酸化炭素の温度って何を基準に決まるんだ？天然ガス発電の仕組みを知らんからなんとも。普通に考えれば燃焼させてるんだろう。そんでタービンを回すと、発電は全てそんならしいし。つうことは天然ガスの温度自体は影響しないのかね？以前、冷却装置なしで天然ガス発電をしたけど、コロニー滅んだりしなかったからな。もし天然ガスの温度が二酸化炭素の温度に影響してたら滅んでるわね。150度の二酸化炭素とか普通にパイプも壊れそう。もし、左の天然ガスを独立させるなら、左の空間を使います。発電機は3機置けるようにしてます。まあ他にも、上に拡張しても良いですし、流れを見ながら決めたいと思います。相も変わらず天然ガス発電周りで忙しい。やること多いからね。見返りも多いけども、この辺に来るとようやく進んだなって気になる。序盤は脱した、って感じね。中盤の入り口くらいかね。なんとなく発電機の種類で段階を分けてる気がする。原油を扱い出したら終盤か。最下層に到達してるわけだからね。今から色々と用意しておかないとな。石灰とか、石炭とかいるんだろうし。なんだ？やけどしてる？誰だ？マックス隊員だ。結構なやけどだこれ。島を見て掘ってもらおうと思ったのがあだになった。マックス隊員、戻ってきなさい。一番危ないところを通るんじゃない。ほらまたやけどした。間欠泉の前を横切れる経路があるのがまずいぞ。これもう入院でしょ？多分、病院のベッドの割り当てが可能なレベルだぞ。マックスは掘るの好きだからな。ほら割り当てできるし。マックス隊員、入院ですよ。策の指示、キャンセルしておこう。スーツの利用も進めましょう。こんなことになるとは。長期間欠泉を舐めてたな。こんなのがうちにはゴロゴロあるのか。頭痛がしてきた。熱水系の間欠泉は、スーツとセットで運用しないとまずそうだ。生成金属が足りないよ。生成金属が出てくる間欠泉はないもんか。スイッチ押したら欲しいのが出てくるとか。ぬるげになってすぐやめるだろうな。次回にでも貯めたい資源をまとめましょう。そうだな。よし、締めよう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。